皆さんこんにちは、なおこです。今、皆さんが住んでいるところは寒いですか？それとも暑いですか？寒いところに住んでいる皆さんは、寒い時どうしていますか？寒い日をどう過ごしていますか？今日は日本で寒い時に使うこたつについて話したいと思います。日常生活で使う言葉をたくさん使うので、皆さんよく聞いてください。はい。じゃあ早速、冬といえばこのこたつです。こたつ。皆さんこのこたつ見たことありますか？何だと思いますか？テーブルに見えるんですけど、ただのテーブルではありません。テーブルのフレームみたいなものに暖房がついているんですよ。暖房、暖かくするものです。温めるものです。そう。テーブルのフレームみたいなものに暖房がついていて、その上に布団をかけます。布団。そしてその上にテーブルの上の部分を置きます。板ですね。板を置きます。そう。こたつのスイッチを入れると、このこたつの中が暖かくなるんですよ。暖かくなります。そう。こたつは暖房器具です。暖房器具。暖かくするものですね。そう。寒い時、このこたつのスイッチを入れて、こたつの中に入ります。このこたつの中に足を入れて座ります。足を伸ばして座ってもいいし、正座して座ってもいいです。スイッチを入れると、こたつの中が暖かくなるので、あの、すごく気持ちいいんですよ。そう。このこたつは本当に古くからあって、ちょっと前まではこたつを持っている人結構多かったみたいなんですけど、最近はやっぱりこたつを持っている人はどんどん減っているみたいですね。あの今は20%とか25%くらいの人がこのこたつを持っていると言われています。はい。やっぱり最近はエアコンとかいろいろな暖房があるので、このこたつを持つ人はやっぱり少なくなってきているみたいですね。はい。私の家にもこのこたつはありません。でも私の祖母、私のおばあちゃんの家にはありました。おばあちゃんの家にこたつがありました。私のおばあちゃんの家では普段はこたつじゃなくて普通のテーブルを使っていたんですけど、寒い時期になると部屋の押し入れからこのこたつを出してきて、冬の寒い間はずっとこのこたつを使っていました。このこたつにみんな入って、そしてこたつの上でご飯を食べていました。はい、懐かしいです。このこたつ、本当に暖かくて、すごく快適なんですけど、一つ問題があります。問題というか、ちょっと大変なこと。あの、一度このこたつに入ると、もう出られません。そう。一度こたつに入ると、もう外に出たくなくなります。こたつから出たくなくなります。動きたくなくなります。こたつの中が暖かくて
すごく気持ちいいので、そこから動きたくなくなるんですよ。こたつから出ると部屋は寒いですよね。だからずっとこたつの中にいたくなります。もう動きたくない、ここにずっといたいってなります。はい。本当にこたつが快適で、私は何度もおばあちゃんの家のこたつで夜寝てしまったことが何度もあります。そう。こたつに入っていると眠くなってきて、そこで寝てしまったことが何回もありました。でも、こたつの中に入ったまま寝てしまうのはあまり良くないんですよね。ちょっと、危ないです。そう。こたつの中は暖かい。たまに暑いので、うーん、汗をかいて体の中の水分がどんどんなくなってしまいます。どんどん水分不足になってしまいます。そう。だから、気持ちいいんですけど、こたつの中で寝るのはあまり良くないですね。危ないですね。はい。じゃあ次、皆さん、このこたつの上に乗っている果物は何だと思いますか？問題です。この果物、日本語で何て言うでしょうか？ A、ぶどう、B、桃、C、みかん。はい、正解はみかんです。みかん。はい。あの、こたつで食べるものといえば、みかんなんです。みかん。本当に私のおばあちゃんの家のこたつの上にもいっつもみかんが置いてありました。こたつの上にこういうお皿とかボウルがあって、その上にみかんがたくさんありました。置いてありました。ちなみにこのフルーツ、この果物は柿です。柿、柿、柿。はい。柿、柿、柿、柿。あの、みかんはちょうどこの時期、寒い時期にたくさん取れるらしいです。たくさんこのみかんが取れるし、あとちょうどこの寒い時期、みかんが美味しいらしいです。だからこの寒い時期、このこたつを使う時期、みんなみかんを食べるんですよ。そう。そしてみかんはジュースみたいですよね。水分が多いです。水分が多く含まれています。だからこの寒い時期、空気が乾燥している時とか、あとこたつに入って体の水分がどんどんなくなってしまっている時に、このみかんを食べるのがちょうどいいんですよね。そう、水分補給になります。はい。そしてビタミン C もたくさん含まれていて、体にもいいし、あとこのみかんは包丁を使わないで手で簡単に皮を剥けますよね。手で簡単に皮を剥くことができます。剥く？皮を今剥いています。みかんは包丁を使わないで手で簡単に剥いてすぐ食べられるし、ビタミン C もたくさん含まれているし、そう、ちょうどこの寒い時期にぴったりなんですよね。はい。だからこたつといえばみかんなんですよ。日本の冬はこたつの上にみかんがいつも置いてあって、そしてそれをみんなで食べる。これが私の日本の冬のイメージです。はい。今、2025年の今、こういう家庭、こういうお家はもしかしたらもう少ないかもしれないんですけど、私の日本の冬のイメージはこれです。はい。最後に
もう一つ。こたつといえば猫です。猫。日本ですごく有名な童謡の歌詞に猫はこたつで丸くなるっていう歌詞があるんですよ。そう。まず童謡。童謡というのは昔から伝わる子供の歌です。子供のための歌。そう。童謡と言います。童謡。有名な日本の冬の童謡、雪っていう有名な冬の童謡があります。雪やこんこん、あられやこんこん、降っては降ってはずんずん積もるっていう童謡があります。その童謡の歌詞に、猫はこたつで丸くなるっていう歌詞があるんですよ。そう。猫はこたつで丸くなるかな。そう。猫はこたつで丸くなる。猫は暖かいところが好きなので、このこたつも好きらしいです。じゃじゃん。見てください。これ。なんと、江戸時代の浮世絵にも、このこたつが描かれています。江戸時代ですよ。江戸時代の浮世絵にも、このこたつが描かれています。そしてこたつだけじゃなくて、こたつの上に猫が丸くなっていますね。そう。猫が丸くなっている様子も描かれています。猫は昔から暖かいところが好きだったみたいですね。はい。ちなみに今は猫用のこたつも売っています。猫用のこたつ？私たち人間用のこたつじゃなくて猫用のこたつも売っています。はい。猫は本当にこたつが大好きみたいです。そして私もこたつが大好きです。はい。皆さんの国では寒い時どんな暖房を使いますか？エアコン、ストーブ、それともこたつ？じゃあ今日はこたつの話をしました。今日も最後まで見てくれて本当に本当に本当にありがとうございます。じゃあお疲れ様でした。またね。バイバイ。